玉ねぎダイエットとは、玉ねぎを毎日食べるダイエットのことです。血液サラサラ効果が知られていて、体に良いという玉ねぎ、ダイエットにも効果があるのでしょうか。今回は玉ねぎに秘められた効果やおすすめの食べ方について紹介します。正しく日々の食事に玉ねぎを取り入れて、綺麗な体を目指しましょう。玉ねぎはダイエットに効果的。玉ねぎで本当にダイエットができるの？そんな疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。もちろん、玉ねぎだけ食べるという偏ったやり方は避けるべきです。また、玉ねぎさえ毎日食べていれば他は何を食べても痩せていくというものでもありません。しかし、玉ねぎは正しく食べることでダイエット効果を発揮してくれる食べ物です。その効果を生かすためには、普段の食事に気をつけ、適度に運動を取り入れることも重要です。玉ねぎ把握まで、私たちのダイエットの力強いサポート役です。この考えを忘れないようにしましょう。ダイエットに嬉しい栄養素。玉ねぎはダイエットのサポート薬として優秀なさまざまな栄養素を含んでいます。例えば、以下のような栄養素が含まれています。むくみを解消してくれるカリウム、腸内環境を整え、便秘を解消してくれる食物繊維。しかし、これらはキャベツや小松菜など他の野菜からも摂取できます。玉ねぎがダイエット食品として注目されている理由は、特徴的な次の2つの成分にあります。1、硫化アリル。玉ねぎに特徴的な成分の1つ目は、硫化アリルという成分です。この硫化アリルは、玉ねぎ特有の辛みや匂いの元となります。玉ねぎの硫化アリルは、アリーンという形で含まれています。包丁で切るなどの刺激を加えることで、このアリーンがアリシンという物質に変化します。玉ねぎを切ると涙が出た。皆さん、きっとそんな経験をしたことがありますよね。これは玉ねぎのアリーンが催涙物質であるアリシンに変化することが原因なのです。さらにアリシンは加熱することでスコルニジンという成分にも変化します。このアリシンやスコルニジンといった硫化アリル類にはダイエットに嬉しい以下のような効果があります。アリシンには血液が固まるのを防ぎ、血栓を予防する作用があります。その作用により血液がサラサラになるため血行が促進されます。そして私たちの血液や血管を良い状態に保ってくれるでしょう。血液や血管は全身に酸素や栄養を運ぶために重要です。血液の流れが滞ると新陳代謝が落ちたり、体温が下がったりして痩せにくい体になってしまいます。玉ねぎは含まれているアリシンにより血行を良くして代謝を上げ、痩せやすい体を作ることができます。また、アリシンにはビタミン B1 の吸収を高める働きがあります。ビタミン B1 は糖質をエネルギーに変えるために必要な栄養素です。食べ過ぎた糖質をエネルギーとして使うことで脂肪の蓄積を抑える効果が期待できます。玉ねぎに含まれるアリシンやスコルジニンには疲労を回復させる効果があることが分かっています。ダイエットのためには適度な運動も大切です。しかし、運動量をいつもより増やすとやはり疲れもたまりやすくなりますよね。疲れを翌日に持ち越してしまうと運動するのがどんどん辛くなってしまいます。アリシンを含む玉ねぎを食べることで疲れを溜め込みにくい体を作ることができます。2、ケルセチン。玉ねぎに特徴的な成分の2つ目としてケルセチンという栄養素が挙げられます。ケルセチンとは玉ねぎに含まれるポリフェノールの一種です。リンゴやブロッコリーなどにも含まれていますが、特に玉ねぎに豊富であることが分かっています。ケルセチンにもダイエットをサポートするさまざまな作用があります。ケルセチンには強力な抗酸化作用があり、体内の活性酸素を除去してくれます。活性酸素は偏った食事や激しい運動、過度のストレスなどにより体内にたくさん発生してしまいます。増えすぎた活性酸素により次のような悪影響があることが分かっています。太りやすくなる、生活習慣病のリスクが高まる、血管や脳など臓器の老化を進行させる。ケルセチンの抗酸化作用により肥満や病気、老化の原因となる活性酸素を減らすことができます。玉ねぎはダイエットの邪魔をする活性酸素から体を守るために活躍してくれます。ケルセチンにはさらに脂肪を燃えやすくする効果があることも分かっています。食べ過ぎにより体内で余ったエネルギーは脂肪として体内に蓄えられます。ケルセチンにはこの脂肪の合成を抑えるだけでなく、分解してエネルギーに変えやすくする働きもあるのです。このような働きを持つケルセチンは脂肪を燃やして痩せたい方の強い味方となってくれます。玉ねぎダイエットのやり方。玉ねぎの成分にはダイエットに嬉しいさまざまな健康効果があります。では、そんな玉ねぎをどのように食事へ取り入れていけばいいのでしょうか。ここからは簡単にできる玉ねぎダイエットの方法や注意点について説明します。
1日 50g を目安に食べる健康に良い玉ねぎですが、食べ過ぎると胃や腸に負担をかけてしまいます。その結果、胃痛や吐き気をもたらす可能性があるため控えましょう。また、玉ねぎは単色野菜であり、ビタミン類はそれほど多くありません。そのため野菜を玉ねぎばかりに偏らせてしまうと、ビタミン類が不足しやすくなります。ビタミン類は緑黄色野菜に豊富に含まれています。玉ねぎとトマトやブロッコリーなどの緑黄色野菜 100g あたりではビタミン量に以下のような差があります。ビタミンを効率よく摂取するには緑黄色野菜が優れています。そのため緑黄色野菜と玉ねぎはバランスよく取り入れましょう。胃腸を守り、栄養の偏りを防ぐためにも玉ねぎは1日 50g が目安です。中くらいの玉ねぎであれば4分の1個程度になります。他の野菜を取り入れつつ玉ねぎの摂取を毎日続けると良いですね。生のまま食べる。炒め物や煮物にすることで玉ねぎは甘みが増して食べやすくなります。しかしアリシンは熱に弱いという性質があるため加熱により量が減ってしまいます。玉ねぎダイエットとして食べるときには生で食べられるメニューを活用してみましょう。そうすればダイエットに有効な成分をより効率的に摂取できます。水にさらしすぎないように注意。玉ねぎは水にさらすことで苦味を抑えることができます。そのためオニオンスライスの辛みを取るために水に長時間さらす人も多いかもしれません。しかしこの辛みの正体こそダイエットの効果が期待できる成分アリシンなのです。アリシンは熱に弱いだけでなく水に溶けやすいという性質も持っています。そのため長時間水にさらすとその分アリシンも失われてしまいます。アリシンの効果を十分に得るために玉ねぎは短時間だけさっとさらす程度にしておきましょう。胃腸が弱い場合はよく加熱生の玉ねぎから摂取できるアリシンは刺激が強めです。1日 50g ほどの適量であっても胃腸が弱い人にとっては大きな負担となる場合があります。その場合は炒め物や煮物、スープなどにして食べるようにしましょう。熱を通すことでアリシンは減少しますがスコルジニンやケルセチンは摂取できます。スコルジニンやケルセチンにも良いダイエット効果や健康効果が確認されています。続けやすい形で無理なく玉ねぎを食べるようにしましょう。いかがでしたか？玉ねぎにはアリシンやスコルジニン、ケルセチンなどの成分が含まれています。これらは様々な健康効果を持っており、ダイエットのサポートとしても活躍してくれることでしょう。食べ過ぎには注意して、毎日少量ずつ継続して食べるようにしてみてくださいね。